皆さん、こんにちは。チョコジャパのお時間です。今日もラジオを聞いてくださりありがとうございます。9月になりましたね。お昼はまだまだ暑いですが、秋が来たなーって感じる部分もあります。風の匂いとか、扇風機の風が当たると少し寒いなーって感じる時とか、夏から秋に変わる時期だけの特別な感覚を今味わっています。そして、季節の変わり目のイベントというと、もう一つ、私の鼻水問題があります。季節の変わり目、鼻水に悩むことが多いんですよね。そんな鼻水問題を解決するために、お薬を飲んでいたんですが、今日はそのお薬をテーマにお話ししていきたいと思います。先々週くらいに鼻に違和感があって、病院に行ったんです。耳や鼻専門の病院は耳鼻科と言います。ここに喉の専門も入ったら耳鼻咽喉科と言いますが、会話ではまとめて耳鼻科ということがほとんどです。耳鼻科でもらったお薬の中に漢方薬があったんですね。皆さんは漢方薬って聞いたことありますか？薬を言わないで漢方っていうことも多いです。漢方薬は植物とか天然のものを材料にして作られたお薬です。飲んだことある人はわかるかもしれないんですけど、このお薬めちゃくちゃ苦いんです。耳鼻科の先生に漢方出しますねって言われた時、あ、お願いしますって言ったけど、心の中では、うわー漢方か嫌だなーって思ってました。しかも漢方は錠剤っていう粒のお薬じゃなくて粉薬、粉なんですね。だから飲みにくいし、量も多いんですよ。それを1日3回、ご飯を食べる前に飲まないといけなかったんです。美味しそうなご飯が目の前にあっても、すぐには食べられません。まず漢方からです。もう本当に苦くて、毎回うえーってなりながらでしたが、全部飲んだので、鼻水問題は解決しました。苦い分効果が高かったということだと思います。これを表した良薬は口に逃がしという言葉があります。良薬は漢字の通りいい薬のことで、口に逃がしは苦くて飲みにくいということです。いい薬は苦くて飲みにくいけど、ちゃんと効き目があるよという意味になります。私は漢方を飲む機会がたまにあるので、毎回、良薬は口に逃がしって言い聞かせて、頑張って飲んでます。大人ですからね。子供の頃は、漢方と水だけでは飲めなかったので、母がチョコシロップと漢方を混ぜてくれて、それを飲んでました。飲むというか食べるみたいな感じですね。でも漢方自体がものすごく苦いので、そこに甘いチョコを混ぜたからといって飲みやすくなるということは全くありませんでした。なんなら、今そのチョコシロップを舐めると漢方の味を思い出すので、そのチョコシロップ使えなくなってしまいました。この話をしたら母は、このチョコシロップを嫌いになっても何も問題ないだろうって思ったから漢方を飲ませるために使ったって言ってて、確かにチョコシロップが生きていくために絶対に必要かって言われたら、ちょっと悩んじゃいますよね。お水とかだったら絶対に必要ですけど、
大人になってからも一応大きな問題はないです。でもですね、母が使っていたチョコシロップは有名な会社のチョコシロップなので、いろんなお店で使われていて困る時があります。チョコシロップのかかったものが全く食べられないわけじゃないんですけど、ちょっと、漢方だなーって思いながら食べることになるっていう感じです。皆さんは漢方などの苦い薬を飲むとき何か工夫をしますか？子供時代のエピソードなどがあったらぜひ教えてください。今日のチョコジャパはここまでです。チョコジャパでは現在お手紙を募集しています。今回は最近食べて美味しかったお菓子について皆さんのエピソードをお聞かせください。9月21日まで Google フォームで送れます。皆さんからのお手紙お待ちしてます。それではまた次のチョコジャパでお会いしましょう。またねー。